こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2025年1月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと1月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。気になる作品はぜひチェックしてみてね。EA スポーツ USC5 1月14日からゲームパスアルティメットに対応します。2023年にリリースされた総合格闘技を題材にした対戦アクションゲームです。シリーズとしては3年ぶりに発売された最新作となっていて、血や汗、顔面へのダメージなどに新たな次元の表現を取り入れることによって人気選手たちのリアルな姿を再現しています。打撃による消耗が選手の移動能力や防御、スタミナにも影響を及ぼしていき、ダメージを受けすぎるとドクターが試合続行の可否をチェックするなどの要素も存在。その他にも今までになく滑らかな動きが可能であるなど、進化した格闘技を自宅で楽しめる作品となっています。なお EA のタイトルは日本語未対応作品もちらほら見受けられますが、本作は日本語に対応し遊ぶことができます。ディアブロ1月14日から PC ゲームパスに対応します。1997年にリリースされたディアブロの1作目となりますね。ブリザードが手掛ける Xbox ファーストタイトルでもあります。昨年11月にも1998年にブリザードから発売されたスタークラフトが PC ゲームパスに対応しており、それに続く形で過去のブリザードタイトルが追加されることとなりました。本作はウォーリアー、ローグ、そしてソーサラーからクラスを選択し、入るたびにマップが変化する自動生成のダンジョンを攻略していくといった内容のアクション RPG となっています。1作目からすでにオンライン協力プレイに対応していて、フレンドと一緒に楽しむこともできるように作られています。なお、スタークラフト同様にディアブロは Xbox 版が存在しないため、本作も PC ゲームパスのみに追加される形となります。Xbox の方では最新作のディアブロ4が2023年にリリースされ、現在ゲームパスで楽しむことができるようになっています。また、新たに4つのタイトルが1月8日からゲームパススタンダードに追加されることが決定しました。銀河の果てにある惑星を舞台にしたオープンワールドのほのぼの系農業アドベンチャーゲームのライトイヤーフロンティア、そしてロビン・フッドが住んでいたと言われるシャーウッドの森を舞台に4つの地域で評判を高めつつ、仲間を増やしてアジトの拡大を行っていく建築要素を含むアクション RPG のロビン・フッド。最新モデルのお寿司ロボットとして有名シェフになることを目指して、地元の町で寿司職人として腕を磨いていき、お店の経営を行っていくスローライフゲームのローリングヒルズ、メイク寿司、メイクフレンズ。最後に荒れ果てた砂漠の町サンドロックを舞台に資源を集めて機械を作って作業場を整備したり、ダンジョンに潜ってモンスターや盗賊などとの戦闘を楽しむこともできる君の町サンドロックの4本となります。ロビンフッドのみ日本語未対応、他の3作品は日本語で遊ぶことができます。今回ゲームパススタンダードに追加されるタイトルの中で私のおすすめはライトイヤーフロンティアです。本作は農業シミュレーションのジャンルにメカの要素を組み合わせたユニークなタイトルとなっていて、種を地面に打ち込んだり、作物に水をやったり、環境をきれいにしたりといった作業をメカの能力を活かしてテンポよく行えるのは非常に気持ちがいいです。最大3人のオンライン協力プレイに対応しているので、フレンドと一緒に遠く離れた惑星で作物の栽培や家の建築、2階の荒野の探検を楽しむことができますよ。結構遊びやすいボリュームですし、中盤にはおーっと思える展開も用意されているので、気になる方はぜひ。ここからは1月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。ピグメントジャーニーイントザマインド、追加から1年で終了となります。人間の心の奥を舞台に繰り広げられるミュージカルアドベンチャーゲームです。続編の2も先にゲームパスに対応し、昨年7月に外れていますね。アクション満載の冒険の中で音楽、ユーモア、そして深みのあるストーリーを楽しむことができ、パズルを解いたり悪夢をやっつけたりしながら失われた勇気を取り戻していく作品となっています。ボリュームはコンパクトなので気になる方は触ってみてはいかがでしょうか。ゾーズ風リマイン、追加から1年で終了となります。アメリカの静かな田舎町ドルモントを舞台にした一人称視点のサイコホラーアドベンチャーゲームです。街では奇妙な失踪事件が発生していて、夜になると得体の知れないクリーチャーが現れるように、
そんな中で主人公は身の毛もよだつような恐怖と向き合い、正気を保ちながら夜を生き延びていくこととなるといった作品です。こちらは Xbox One の頃にリリースされたタイトルで最適化されておらず、全世代って感じの画質なので、その点はご注意ください。インサージェンシーサンドストーム、追加から2年1ヶ月で終了となります。チームベースの戦術型 FPS ゲーム、現代中東で起こる架空の紛争を舞台に、荒廃した環境で生死を分ける近距離戦やマルチプレイヤーを楽しむことができ、特にリアルさを売りにしている作品となっています。コモンフード、追加から1年半で終了となります。廃墟となった工場跡を舞台に材料を探して家を建てたり食物を育てたり新しい道具の作成を行ってコミュニティを構築していく 3D シミュレーションゲームです。日本語対応しているものの日本語で遊ぶと NPC が喋ってくれなくなる仕様でかなり残念な出来の作品となっています。エグゾプライマル、追加から1年半で終了となります。カプコンが手掛けた完全新作であり、当時初の Day1 ゲームパスタイトルともなったチーム対戦型アクションゲームです。歴史上最強の生物である恐竜を相手に様々な特殊能力を持つエクゾスーツを装備して派手な戦闘を楽しむことができる今作は PVE と PVP を組み合わせたような作りになっていて、5人1組のチーム同士がどちらが先に恐竜を規定数倒せるかなどを競い合う形式で、時には対戦チームを直接攻撃して倒したり、時には敵チームと共闘して10人で巨大なボスを討伐するようなミッションも存在するといった内容となっています。今作はね、アサルテやタンク、仲間の支援を行えるサポートなどいろんなタイプのキャラがいるんですけど、どのキャラを使っても結構活躍しやすい作品だったなという印象です。不満点もあるんですけど、遊べば遊ぶほどにどんどん盛り上がっていく感じで、特に大勢で協力してボスと戦うのは楽しかったですね。見た目以上に簡単な操作で遊びやすい作品なので、対人ゲーム苦手という方でもまずは触ってみてほしいです。私はクリアまで20時間でした。エスケープアカデミー、追加から2年半で終了となります。パズルや謎を解いてステージをクリアしていく脱出ゲームです。1人でも2人で協力して遊ぶことも可能で、下から水が迫ってくる中で謎を解いて上へ上へと登っていくなど、まさしく脱出ゲームって感じのシチュエーションで、謎解きも簡単なものからやや複雑だけど解けるとなるほどって思えるようなものまで様々用意されていて、個人的にかなり好きでおすすめなタイトルです。ただし日本語には未対応なので、英語でのプレイとなってしまうのがものすごく惜しい作品でもあります。オフラインでもオンラインでも協力プレイ可能なので、もしフレンドや家族で試せる機会がある方は導入だけでも挑戦してみてほしいなと思います。私はクリアまで6時間でした。ということで今回は2025年1月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、1月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。